こんにちは、みなすです。今回は京都の純喫茶を6つ紹介したいと思います。個人的におしゃれな今風のカフェも好きなんですけど、たまに純喫茶に行ってレトロな空間でコーヒーを飲むのも好きです。今回紹介するカフェはどのお店もゆっくりとコーヒーを楽しむことができる純喫茶ばかりなので、ぜひ楽しみにしていてください。また概要欄にお店の URL を貼っているので、いつでも今回の動画を思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利です。最後に一番おすすめのお店を紹介しているので、最後まで見ていただけると嬉しいです。最初に紹介するのは河原町駅から徒歩20分のところにある喫茶マドラグさんです。いつもメディア等で紹介される人気のお店なので、11時半の開店時間を狙っていくのがおすすめです。このお店は半世紀以上営業していた純喫茶を改装したお店で、店内は温かみのあるレトロな空間になっていました。お客さんの層に関しては若い方からご年配の方、男性女性いろいろな方がいたので、一人で行っても入りやすいお店だと思います。ここでメニューの紹介をしたいと思います。カフェ定番のドリンクメニューに始まり、アルコールや美味しそうなランチなどたくさんあるんですが、このカフェで一押しなのが卵サンドイッチです。この卵サンドイッチは京都で惜しまれつつ閉店した洋食店の名物を復活させたものになります。今までいろんなカフェを巡りましたが、ここより大きな卵サンドには会ったことがありません。それもそのはずで、なんと卵を4個使用しているそうです。相当ボリュームがあるので、2人で1皿でちょうどいいと思います。味に関してはふわふわの卵とデミグラスソース、マヨネーズソースの相性が抜群で、とても美味しかったです。ぜひ皆さんもこの驚くような卵サンドを食べにマドラグさんに行ってみてください。続いて紹介するのは河原町駅から徒歩7分のところにある井野田コーヒーさんです。井野田コーヒーは1940年創業の全国に店舗を構える老舗コーヒー店で、今回紹介するお店が本店になります。店内はまるでタイムスリップしたかのようなレトロな空間で、照明やインテリアの細部に至るまでこだわりが伺えました。またお店は外からも想像できないぐらい広くて、席数はなんと211席もあるそうです。京都にここまで大きな純喫茶は他にないと思います。お客さんの層に関してはご年配の人から若い人まで幅広い年代の人たちが来ていました。なので誰でも気軽に入れるお店の雰囲気だったと思います。メニューはとにかく種類が豊富で、定番のカフェメニューからサンドイッチなどの軽食、そしてケーキなどのデザートも充実していました。後で知ったんですが、京都でしか食べることができない今日の朝食というモーニングが人気で、このメニューはお客さんにホテルで朝食を味わうように喫茶店での朝を過ごしてもらいたいという思いから24年前から提供されています。1400円と若干お値段張りますが、皆さんもこだわりの朝食を味わってみてはいかがでしょうか。今回僕はグレープフルーツジュースを注文しました。混ざり気のないジュースはグレープフルーツの酸味と苦味がちょうどよくて、とても美味しかったです。この動画のグレープフルーツジュースなんですが、実は最初に撮るのを忘れていて少し飲んでしまいました。実際はもう少し量が多いので安心してください。皆さんも井野田コーヒー本店さんで素敵な時間を過ごしてみてください。ここで余談なんですが、最近いいねやコメントをいただける機会が増えてきて、動画を作ってよかったなと感じています。いつもコメントやいいねをしてくれている皆さん、ありがとうございます。そして今回の動画を気に入っていただけた方は、いいねを押していただけたら嬉しいです。続いて紹介するのは河原町駅から徒歩2分のところにある喫茶築地さんです。路地裏にひっそりとある隠れ家的カフェで、近くを通り過ぎても絶対に気づかないような場所にお店があります。また外観からはお店が開いているかどうかわからないので、勇気を出して扉を押してみてください。築地は1934年創業の老舗純喫茶で、店内はアンティークの調度品に囲まれたまるで中世ヨーロッパのような空間になっていました。この独特な空間を作り上げている椅子や机は、当時のオーナーが家具職人に依頼して特別に作成してもらったそうです。そう考えると80年以上の時間を経て今も使われているってすごいことですよね。
また椅子や机だけでなくコップやお皿一つ取っても買えないことを意識されています。そのため数十年ぶりに訪れたお客さんでも当時のままの雰囲気を味わうことができるそうです。お客さんの層に関してはご年配の方から若い方まで男女問わず様々な方が来ていました。今回純喫茶の動画を作って気づいたんですけど、人気のある老舗純喫茶は世代問わず来ているお客さんが多かったです。メニューはシンプルに定番のカフェメニューとケーキのみでした。700円からと少し高くはありますが、この唯一無二の場所を考えるとこのぐらいはするのかなと思います。今回僕は夏限定のアイリッシュコーヒーを頼んだんですが、ウイスキーが入っている大人のドリンクでした。築地さんはコーヒーの上に生クリームが乗ったウインナーコーヒーを京都で初めて出したお店とのことなので、ぜひそちらも注文してみてください。京都の老舗純喫茶といえばフランソワ喫茶室や喫茶ソワレが有名ですが、築地もかなり独特な雰囲気を持っているので、皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。続いて紹介するのは二条城前駅から徒歩6分のところにある喫茶ローヌさんです。住宅街の中にある隠れ家デッカフェでトリコロールの看板が目印になっています。店内はブラウンを基調とした落ち着く空間で、席数は15席とそんなに広くはないんですが、カウンター席もあるので一人でも気軽なく入れると思います。ここで余談なんですけど、チャンネル登録していただいているカホさんに紹介してもらった本を読みました。木曜日にはココアをという本と、時々旅に出るカフェという本です。どちらも男性でも楽しめる本だと思うので、概要欄に URL を載せておきたいと思います。カホさん、ありがとうございました。皆さんもおすすめの本があったら教えてくれると嬉しいです。メニューなんですが、定番のカフェメニューに始まり、アルコールやナポリタンなどのフードも充実していました。というのも、パリのバルのように近所の方が気軽に通う場所を作りたいという思いが込められているそうです。緊急事態でなければ営業時間は12時から22時まで営業しているそうなので、ランチや軽いディナー利用もできると思います。念のためお伝えしておくと、動画で紹介しているカフェの営業時間や定休日は変わっている可能性があるので、事前にホームページを確認したり電話をかけていくのが安心だと思います。実は僕も何度もカフェが空いていなかったことがありました。今回僕はクリームソーダとプリンを頼みました。すっきりとした甘さのクリームソーダとほろ苦いカラメルのプリン、どちらも美味しかったです。皆さんもぜひ二条城近くに立ち寄った際は喫茶ローヌさんに行ってみてください。続いて紹介するのは河原町駅から徒歩8分のところにある喫茶ガボールさんです。このお店は動画の最初に紹介した喫茶マドラグさんの姉妹店で、地下にある隠れ家的なお店になります。地下にあるカフェってお店の中が見えないので、入るまでにちょっとした抵抗があるんですが、皆さんはどうですか？割と抵抗なく入れたりしますか？僕は内心ドキドキしながら入っています。店内は暗くて少し分かりにくいと思うんですけど、異国情緒あふれる空間になっていて、というのもパリのキャバレーの楽屋をイメージしているそうです。そう言われてみると、壁のポスターや照明などどこか映画で見たことがあるような海外の雰囲気を漂わせていました。メニューに関してなんですけど、店内の照明の関係でカメラで撮影することができませんでした。なので興味のある方は概要欄の URL から確認してみてください。今回僕はパンケーキを注文しました。本当は名物のコロナの卵サンドを頼みたかったんですけど、あいにくこの日は提供していなかったそうです。卵サンドが気になる方はお店に行く前に電話してチェックしてから行くといいと思います。パンケーキの味に関してなんですけど、昔ながらの素朴なパンケーキといった感じで美味しかったです。皆さんもぜひこの独特な雰囲気を味わいに喫茶ガボールさんに行ってみてはいかがでしょうか。最後に紹介するのは河原町駅から徒歩8分のところにある六葉社地下店さんです。お店は大通りに面していてかなり立地はいいんですが、普通に歩いていたら間違いなく素通りしてしまうと思います。実際僕も何度も通り過ぎてしまいました。なのでこのお店も Google マップは必須です。
店内は70年の歴史を感じる落ち着いた雰囲気になっていて、ブラウンのインテリアとタイルがとてもマッチしていました。またこの地下店は純喫茶では珍しく全席禁煙のため、タバコを吸わない人も快適に過ごすことができます。ただ注意点が一つあって、トイレが歴史を感じるような作りだったので、事前に言っておくといいと思います。メニューに関しては定番のコーヒーや紅茶に始まり、夜の時間帯はアルコールが飲めるのでドリンクメニューが充実していた印象でした。夜にコーヒーやお酒を軽く飲みたい時なんかにもおすすめです。一方でフードはトーストや焼き菓子とシンプルなんですけど、ドーナツがかなり美味しいとのことなので、皆さんはぜひ食べてみてください。僕が行ったのが18時ぐらいだったので、残念ながらドーナツは売り切れていました。もし食べたことがある方がいたら、どんな味だったのかコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。今回はドーナツの代わりに日替わりのパウンドケーキと紅茶を注文しました。パウンドケーキはしっとりとした甘いパウンドケーキで、ストレートの紅茶との相性も抜群でした。かなり甘かったので、深入りのコーヒーとの相性もいいと思います。皆さんもぜひ昭和レトロを感じる老舗純喫茶六葉社さんに行ってみてください。地下のお店は入りづらいと思いますが、きっといい時間を過ごせると思います。これで今回の紹介動画は終わりになります。皆さん今回の動画はいかがでしたか？気に入ったカフェが見つかればいいなと思います。これからもどんどんとカフェを紹介していくので、いいねや動画に関してのコメントをいただけると嬉しいです。それでは皆さん、いい旅を。また次の動画で会えることを楽しみにしています。